こんにちは、はずきです。はずショットアセロラオリオンハートアンダーブレードことポンネ。誰よそれ。久しぶりだからつい。まあとりあえず置いておいて。さて皆様お久しぶりです。お久しぶりなのポン。しばらく休憩していましたが、また動画投稿を頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いしますなのポン。さて今回の動画はこちらのお話。残り少ないですが5月のアップデートについてと、しれっと追加されましたメガドライ L について、そしてウィンガルド武器についてのお話になります。また今回も以前と同じように火力に関するところをピックアップしてお話ししていきます。特に注目してほしいのがウィンガルド武器についてのお話ですので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ウィンガルド武器って最強武器じゃないのポン。ね、人によるところがあると思うよ。どういうことなのポン。そのことについてはこの動画の最後の方に詳しくお話しするからね。わかったのポン。それでは早速5月のアップデート内容のお話から始めていきましょう。よろしくお願いします。それでは残り少ない5月のアップデート内容を見ていきましょう。なんか重要なのあったかな。5月22日アップデート、アイテム強化応援キャンペーンが開催されます。キャンペーン内容は以上の通りで、非常に武器防具を強化しやすい時期になりますので、武器や防具の強化をお済みでいない方はぜひこの時期に強化を進めていきましょう。ポンたちは火力検証に必要な武器をまとめて強化しちゃおうかなって思ってるのポン。5月22日アップデートは以上の通りです。気になるものは石師機械と制裁の盲信 AC 支援アイテムセレクトです。それでは一つずつ見ていきましょう。クバリスの戦闘セクションに石師機械が再発生します。今回も前回と同様に日替わりで戦闘セクションが石師機械となるようで、ドロップ品にウィンガルド武器が追加されているとのことです。個人的にはメガドライ L の素材ディロドライエも落ちてくれないかなって思っています。巷ではメガドライ L 必要ないかもなんてお話があるみたいポンけど、必要なのポン。これ可能性のお話にはなっちゃうんだけど、話が脱線しちゃうから後でお話しするね。わかったのポン。緊急クエスト版のダリオンくんが実装されます。報酬はもちろんウィンガルド武器のドロップが狙えるので通っていきたいところではありますが、重要なのはこちらのキャンペーンです。うわー、10万メセタももらえるのポン。だね。さっきのアイテム強化のキャンペーンと合わせて考えると、メセタも稼げてアイテムも強化しやすい時期になりそうだね。絶対行く仲なのポン。そしてついに登場エリ系特殊能力の上位版ラデイ系特殊能力が配信されます。待ってましたなのポン。非常に強力な特殊能力となりそうなので AC でスクラッチを回すか、先ほどの緊急クエストのダリオンくんのキャンペーンなどを使ってメセタを集め、ぜひ手に入れていきたいですね。 AC の準備はバッチリなのポン。引く気満々だね。以上が5月22日のアップデート内容となります。続けて5月29日のアップデート内容も見ていきましょう。5月29日アップデート、石師機械と緊急クエストを対象に高倍率のブーストがかかります。詳しくはこちらです。で、これ見てちょっと思ったんですけど、どうしたのポン。石師機械が再発生するこの2週間のうち、最初の1週間はレアドロアップのキャンペーンがかかっていないのよね。それはわかるのポン。一旦レアドロアップのキャンペーンがなくなっちゃうのポン。そうなんだけど、この3つの書き方だともしかして最初の1週間ってウィンガルド武器でないのかなって思っちゃって。それはさすがにないと思うのポン。ほらここに PSO2 の日もお見逃しなくって書いてあるのポン。いやそうなんだけど、6月2日も PSO2 の日でしょ。だからいやさすがに考えすぎな気がするのポン。だったらいいなって感じかな。これはその時になってみないとわかんないね。5月29日アップデートは以上の通りです。気になるものはありません。なんでなのポン。期間限定クエストあるポンよ。期間限定クエストがあるのはあるんだけど、尺的に今回はバッサリカット。大人の事情なのポン。それ違うと思う。ということで5月のアップデート内容については以上になります。5月は総じてウィンガルド武器を掘っていく月となりそうと言いたいところではありますが、ここで冒頭でお話ししていましたメガドライ L とウィンガルド武器についてのお話をしようと思います。待ってましたなのポン。
まずメガドライエールについてですが、巷では必要ないっていうお話があるかと思いますが、私の個人的な意見としては、絶対に必要ないと決めつけるのは少し危険かなって思っています。メガドライエルって威力プラス 3.5% だからそこまで重要じゃないと思うというか、最新の特殊能力フランギガスマエスティと比べても弱めぽいよね。まあそうなんだけど、私が言いたいのはドライエールのデメリット部分が足を引っ張っちゃってしまうかもっていうことを言いたくてね。どういうことなのポン？少し先のお話にはなってしまうんだけど、6月7月のアップデート内容を見てもらえるとわかるんだけど、この先新フィールドとかデュエルクエストが配信されていくのね。だからね、新しいエネミーが属性攻撃とかダウンを取ってくる技をたくさんしてきた場合に、手も足も出なくなっちゃう可能性があるかもしれないかなって思うかな。今後追加されるエネミーに厄介な能力があるかもだから、絶対に必要ないとは言えないってことポンね。そういうことだね。その上でなんだけど、仮に今すぐに別カテゴリーの新しい特殊能力が来たとして、今の特殊能力の構成に入れていくとしたら、はずきちゃんならどうするかな？ポンならレジリロドライエルと入れ替えると思うのポン。だね。私もそうするかなって思うかな。となれば残るのはスピレロドライエルで、デメリットは PP-5 のデメリットなのポン。だね。で、ここで注目していきたいのはこの新アクションシステム。仮にこれが PT が多ければ多いほど有利になるシステムだったとしたら、PT をたくさん持っていきたいよね。つまりどういうことなのポン？メガドライエルって今すぐに輝くのは少し難しいかもしれないけど、今後を見据えると必要になってくる時が来るかもしれないってことね。なるほどポンね。じゃあ結局メガドライエルってどうしたらいいのポン？積極的に集めておく必要はないけど、今後に備えてある程度確保しておくといいかなって思うかな。了解しましたなのポン。さて次は皆さんお待ちかねのこちらのウィンガルド武器についてのお話をしていきましょう。やっと来たのポン。で、このウィンガルド武器なんですが、私は何も考えがなく入手して強化。特にマイショップで高額のメセタを使って入手するのは少し危険かなって思ってるところがあってね。ウィンガルド武器って最新で最強の武器ぽんよね。確かに性能だけを見るとそうなんだけど、サムネにもあるように人によるっていうのがとっても大きい武器なのね。なんでなのポン？ウィンガルド武器とか新しい武器が追加された時にね、性能が気になっちゃうのはよくわかるんだけど、それと同時によく考えてほしい重要なことは、プリセットのレベルをどこまで強化できるのかっていうことなのね。どういうことなのポン？じゃあはずきちゃん、まずはこれ、ローゼラムのプリセットなしとウィンガルドのプリセットなし、この条件だとどっちが強いかわかるかな？攻撃力も潜在能力もウィンガルドの方が高いから、ウィンガルドの方が強いポン。だね。私もそう思う。じゃあ次、ローゼラムフェタル5とウィンガルドフェタル5だとどうかな？こっちもやっぱりウィンガルドの方が強いと思うのポン。だね。私もそう思う。じゃあはずきちゃん、ウィンガルド武器ってそもそもプリセットレベル5にできるものかな？とっても難しいと思うのポン。だね。できないとまでは言わないけど、とっても厳しいっていうのは確かよね。レアドロップだし。っていうことは、そもそもが準備できないものだったとしたら、性能を見てこの武器強いって思ってもあんまり意味ないよね。はずきちゃん、これもそもそものお話なんだけど、武器の性能ってなんで確認するの？この武器装備したら今より強くなれるかなってことだね。今より強くなれるのかが重要なんだよね。じゃあここで話を戻すよ。ウィンガルド武器ってレアドロップだから、おそらく多くの方はね、プリセットのレベルが1とか3止まりだと思うの。だから重要なのは私たちの場合を当てはめて考えてみるとこうなのよ。ローゼラムフェタル5からのお乗り換えで、ウィンガルドフェタル1とか3を装備すると強くなれるのかっていうことなのポンね。そういうことだね。つまり持っているアイテムでプリセットをどこまで強化できるのか、そもそもプリセットを強化することが可能なのかを考えないと
今装備している武器と同等レベルの武器になっちゃうこともあるし、最悪弱くなっちゃうことも考えられるから、よく考えてマイショップからの購入や強化を進めていった方がいいかなって思うかな。というのも以前に投稿しました私のこの動画、ファーシュメルテルミナコからフリューガルドプリセットなしにお乗り換えを考えた場合に大幅に弱くなってしまうっていうこともわかりますので、ぜひ今一度ウィンガルド武器にお乗り換えを考えていらっしゃる方は、お手持ちのアイテムなどでウィンガルド武器のプリセットを強化することが可能なのか考えてみてほしいなって思います。なるほどポンね。じゃあポンたちはどこまでウィンガルド武器のプリセットを強化すると強くなれるのポン？それはね、わかんないというか、まあそれを調べるのが火力検証だし、多く消してずっと動画トークをサボっていじけてたくせに火力検証ってまだ言うのポン？それ言わないではい、反省してます。今後は少なくとも必ず解説パートを入れていきますので、またスタイルは変わると思いますが、引き続き私たちをよろしくお願いします。よろしくお願いしますなのポン。ということで今回の動画はここまでです。次回は作り直すとお約束していましたこちらの動画をまともに作り直して投稿しますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。それではまた次回も会えることを楽しみにしています。バイバイ。